こんにちは、村田和です。慣れない大工の土木工事。ひたすら土を運びました。暑さが答えました。2坪の刻み加工。初めて刻みに挑戦するよっちゃん。猛暑、足場なし、2人で挑んだ建前は大苦戦。筋交い、間柱の取り付け、外壁下地、軒天下地、床や壁、天井下地を組みました。そして壁をぶち抜く。いよいよ家がつながります。壁下地を外します。透湿シートをめくります。水切りを柱ギリギリの位置で切ります。カットした水切りを撤去します。断熱材を部分撤去します。石膏ボードはまだ外しません。電気屋さんにちょっとお仕事しに来てもらいました。母屋からこうやって出してもらって、なんかいっぱい書いてあるな。でこうしてもらってます。ダウンライトを2つつけてます。建具の高さに合わせて間柱をカットします。建具の下地をしてからボードを撤去します。土台をカットします。アンカーボルトを外して土台を撤去しました。基礎パッキンをカットします。ブレてなかなかカットできません。ついでに反対側に差し込みます。マスカーで養生します。基礎にグラインダーで溝を入れます。電動ハンマーで少しずつ壊していきます。粉塵がたくさん出るので一度中断します。増築部のつなぎ部分はここからが本番。グラインダーに集塵カバーを取り付けました。床を壊さないように慎重にカッターを入れます。うまいことできんかった。作業性が悪く思うように進みません。切れんわな、こんな綺麗に。しゃあないね。大まかにはつった基礎の天板を平らに削ります。
ここにちょうど建具が来るので、下地を入れておきます。隙間に断熱を入れるのは手間なので、幅ぴったりサイズにしました。飛び出ているアンカーボルトをグラインダーでカットします。こっちだけなりここだけビス打っとけば。ウレタンボンドで十分なのですが、凹凸や隙間が気になりました。ポリマーセメントで下地を整えました。正直、これは自己満足に過ぎないかもしれません。はい、こんな感じです。もう一回お願いします。産後1寸 1655 ミリ。木材価格が高騰しましたが、6寸5分が2本。ここまで来たらもうどうでもよくなってきました。93ミリ弱を1本。すっごいですね。給水と排水の穴を開けます。木材用ではないので煙が出ています。ある程度一度に寸法を取り、一度に貼っていきます。1818で切って。最近リフォームで和室や廊下の床を付き付けで貼ることが続いていたので、今回のような逃げが利く床張りは久しぶりでした。よっちゃんも少しずつですが仕事ができるようになってきました。整地の土運びでは一番頑張ってました。初めての刻みではほぞ穴と加工を担当、木打ち張りは失敗続き、真夏の足場なしの建前では梁を担いでヘトヘトになり、下地工事では目にゴミが入って急遽眼科へ。慣れない作業でいろいろありましたが、常に現場に出てカメラを回してくれました。
出たやん。入れて叩いて手前に出して柱から少し飛び出した状態で釘打ちします。面ね。奥に入りすぎてしまった下地を手前に戻すのは大変なので、最後に弦のでひと叩きしてぴったりになるくらいを意識して留めます。節がある。切っちゃダメ。ちょっとこれスコンスコンやな。こういうスコンスコン危ないよね。ハンマードリルで下穴を開けます。コンクリートビスですね。コンクリートビスで固定します。リフォームでは常にいろんな種類のビスを持っておく必要があります。ここが増築部分と既存のところの断面です。なかなか見る機会はないんじゃないでしょうか。ちょっと説明してもらいましょう。ここからこっちが既存、こっからこっちが増築部分。基礎の立ち上がり。これが基礎パッキン、土台、薬剤注入剤、柱、透湿シート、外壁下地、サイディング、そして水切りから風が中に入って空気が流れるように縦に打っています。通気動物と言います。なぜこんなことをするかといったら、通気層を作って湿気を外に逃がすためです。雨漏りをした時も隙間を空けることによって雨水や結露水を外に逃がすことができます。この通気層は軒裏まで伸びています。ずっと伸びてる。今回のリフォームは増築部分は別の建物で個別で柱を置いています。独立しています。家を壊さずに増築するためです。既存の方が土間、コンクリート下地です。床下がありません。増築部分は床下を作りました。メンテナンスができるようにするためです。当たるな。ごめんね、ちょっと外れちゃう。色は一緒やけど物が違う。大胆なことをしている気がする。これ今回はフローリングを張り伸ばします。はい。これでいいよ。いい？できた。っていうのは嘘ね。レーザーで立ちを見ます。施工中の出入り口だった箇所もようやく塞ぎました。必ず下がるから。40.5。熱っ。アングルピースの刺さるようになってますね。縦の方が3ミリ長いですね。面打ち。必ず下穴を開けます。シールのさ、この角度とさ、この角度合ってないよ。変に小口シールを貼っています。左右あるんじゃないそれ。本当だね。いやー、この作業苦手やな。もう片方は貼らないの。手抜きがバレたね。うん。
見えへんからええと思った。レッツゴー。ちょっとごめん、これちょっと押して打ってくれん？こうか。押してこうね押す。そう。超やりにくい。30.5分。 30.5。120。壁と天井の打ち乗り寸法をタブレットに記録しています。714。 1808。 1808。こっちの縦芯が545。ボードを作業場で切って現場持ってきましょうね。1番、2番、3番番付けしてって、スタート切り方の打ち合わせをしています。これはこのように切って、これ折れるからもうここはもう切って。外壁を張ったので出入りできるのが既存のお家からのみになりました。天井は今回こう張るか。これで都合今回は。それまでよりも現地で作業するのが難しくなりました。845でカット。よって工場であらかじめ加工していくことにします。6尺ね。で、2028。いいじゃん。1尺、2尺、1尺5寸の位置に穴を開けています。下地の位置を出します。残りはよっちゃんが加工します。あいにくの雨。完成まであと少し。石膏ボードを貼っていきます。やばい、濡れちゃう。なんで今日に限って雨降る？いっつも雨降るね。ボードを貼るのは結構久しぶりでした。ビス打ちはあまり得意ではありません。えらいミスした。嘘。何？救出。枠材を救出しました。次は天井です。一般的には
天井を先に貼ることが多いと思います。今回は壁のボードの逃げを優先しました。実寸より1ミリ短く切りましたが、全然入りませんでした。天井は現地加工の方が良かった気がします。この日は一日中雨でした。ここの収まり悪いよね。これね。建具枠よりも柱が飛び出ています。本当は特注で開口寸法をこれより縮めなあかんかったんやけど、10ミリほど飛び出しています。片引き戸の枠の中穂立てに別の枠材を抱かせることにしました。実際はほとんど見えませんが、気持ちが悪いので加工します。あれ、ロゴンかね。中穂立ての飛び出ている箇所にチョークの粉をつけ、枠材に移します。割れそうやね。行こう。シートとシートだからあんまり接着悪そうだね。入った。石膏ボードの塵が取れないところは 5.5 ミリの合板を貼りました。左右の見つけ幅が違うのは少し気になりますが、本来は三方枠を入れたいところですが、今回はクロスで巻いてもらいます。大ベテランの職人さんです。水道屋さんがお風呂の接続に来てくれました。幅木の厚みを削ったり、高さを少し切ったりして、きれいに収まるように加工します。おかしなことしてる。
つくもんで、今度はオーブンに。床下が狭いので水道屋さんが苦労しています。狭すぎて。床の境目はアルミのへの字押さえを取り付けることにしました。真ん中が浮かないように癖をつけています。うん、これ大事よ。いいんじゃないこれ。うん。終わり。板金屋さんが外壁と屋根をきれいに仕上げてくれました。テラスと土間スペースも作りました。これ切るの無理だね。給湯器の裏の板が少し気になる。確かに気にはなる。確かに気になるね。そうやな。こっち側ね。短くない？こそっと変えとこうか。色を塗ることにした。ちょっとは良くなった気がします。まあまあ。